ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はイスラエル情勢です。現在、ハマスによる越境攻撃以後、イスラエル軍は反撃を行い、現在ではガザ地区の外へと出たハマスの戦闘員は全員排除したか、もしくはガザ地区へと戻っているところです。そのためガザ地区その周辺においてはイスラエル軍のかなりの大部隊が展開中で、この地上部隊がガザ地区へと突入するのも時間の問題と見られています。今回の動画ではそうしたイスラエル軍の動きを丁寧に追うとともに現状理解を進めていきましょう。それでは関連ニュースいくつか見ていきます。ガザ地区北部、全住民の退避必要。イスラエル軍から通知。国連はイスラエル軍からガザ地区北部にいる100万人以上のパレスチナ人などが24時間以内に地区の南部に退避する必要があるとの通知を受け取ったことを明らかにしました。対象となるのは国連のスタッフや国連の施設に避難している人々を含むおよそ110万人に上るとしています。これについてアメリカのメディアはイスラエル軍による報復のための地上侵攻が間もなく行われることを示唆していると報じています。国連の報道官は、このような移動は破滅的な人道上の問題なしに不可能だと考えているとして、イスラエル側に退避通知の撤回を求めるとしています。人道上の問題なしにこのような移動ができないと言っているのは、例えば病院において人工呼吸器を使っているであるとか、医療上の問題があって速やかな移動などそもそも不可能だという人々が数多くいるからです。もちろんそれだけではなく、心身ともに健康であったとしても、現在のガザ地区には燃料が入ってこないような状況ですし、また車を持っていない人たちもたくさんいます。速やかな退避は、現地にいる人にしてみれば、いかにもイスラエル軍の通知はあまりにも急すぎるのです。国連の発表以後、イスラエル軍もこうした発表を正式に行いました。声明では、イスラエルとの境界のフェンスには近づかないよう警告するとともに、今後数日間、イスラエル軍はガザ市で大規模な作戦を継続し、民間人に危害を加えないよう努力を続けるなどとしています。このような告知を行うためにも、主だったところへの連絡だけではなく、広く住民に知らせるためのチラシもかなり大量にばらまかれているところです。こうした映像、特に欧米においては取材チームもかなり入っていることから、多くの人々がチラシを目にしているということが伝えられています。さて、改めてガザ地区についての認識を再確認しておきます。イスラエル国内にパレスチナ自治区が2つあります。ヨルダン川西岸地域とガザ地区の2つです。今回、イスラエル軍が住民の退避を促しているのはガザ地区の方です。では、ガザ地区はどのくらいの広さで、どれだけ移動が困難か、NHK では少しわかりやすくしようとしてこのような地図を作成していました。それは、ガザ地区の大きさをそのまま日本の都市、同じような地形のところに当てはめたらどんな感じだろうというものです。ガザ地区は東西10キロ、南北40キロ、人口は200万人程度です。西側に海がありますよという地形において人口が大体同じところとして浮かび上がったのが大阪です。大阪市から南の堺市あたりまでの広さにおいて大体ガザ地区と同じような感じになります。人口は大阪の方が多いわけですが、少なくとも日本にとって大阪は大都市の一つですから、それと同じぐらいの人口があると思えば、ガザ地区の人口密度がそれなりに高いことがわかります。そして、これぐらいの大きさにおいて、北部側の住民全部が南側へ移ってください。それも24時間でという通告がかなり厳しいことがここからもわかります。こうした通知を受けて、武装組織ハマスは以下のような声明を出しています。イスラエルのガザ退避通告に反発、断固残る。パレスチナ自治区ガザ地区を実効支配するイスラム原理主義組織ハマスは、イスラエル軍が同地区北部の住民110万人に退避を通告したことに反発した。ハマスは声明で、パレスチナ人はイスラエルの指導部の脅しと家を出て南部またはエジプトに退避するよう求める通告を拒否する。我々は断固、自分の土地、自分の家、自分の町に残る。非難はないと明言した。また、ハマスの指導者の一人はこのようにイスラエルに対して反発しています。ハマスの前の最高指導者メセル氏はジハード、聖戦のために結集せよと呼びかけました。ただし、こうした活動はカタールにおいて行われています。イスラム教金曜礼拝の日にデモを呼びかけました。イスラエルの周辺国、トルコ、ヨルダン、イラン、イラクなどでデモが発生し、ヨーロッパにおいては特にムスリムのコミュニティが大きい
フランスなどで殺人事件も発生しています。同じような話としてイスラエル大使館員が狙われたのではないかとされる事件も中国でも発生しており、ジハードの呼びかけイコール平和的なデモだけではなく、テロ行為へと発展することも十分あり得ます。では、ハマスはどのようにして抵抗するのでしょうか。現在考えられているのが市街戦において地下施設を活用することによってイスラエル軍に打撃を与えようとする基本戦術です。人口密度が高いという話をしましたが、それだけこの地区においては多くの建物があります。そうした建物がたくさんあるところで戦う、いわゆる市街戦というのは、待ち伏せ攻撃や狙撃手、また不意をついての接近戦など、様々な場面で戦力の足りないところを補う戦術というものを取ることができます。例えばこちらの映像では、ハマスの戦闘員が RPG という対戦車ロケットランチャーを使ってイスラエル軍の戦車を攻撃した場面です。このような兵器はイラン製もしくは中国から入っているものが使われているとされており、ウクライナの戦場でよく使われているような誘導性能はありません。それだけ兵士の技量としてしっかりと目標を狙わなければ当たりません。そうした問題点を解決してくれるのが、開けた場所での戦いではなく、市街戦という遮蔽物が様々なところにあって、戦車などに近づく可能性をハマスの戦闘員にもたらすこととなります。その他、ハマスの方には誘導装置はないものの、対戦車兵器としては、ロケットランチャーだけではなく、地雷などもふんだんに保有しているとされていますから、戦闘員の人命を軽視するロシア軍のような戦いをするとすれば、イスラエル軍の方も大きな被害は免れないでしょう。日本時間の10月14日において、イスラエルが通知した移動避難24時間というものが経過します。ですから、この動画が公開されてから半日後ぐらいには、イスラエル軍が地上部隊をガザ地区へと進める可能性が出てくるわけです。なお、国連の人が言っていましたが、このような24時間では到底時間が足りないといった話をして、実際に交渉を行っていますから、期限が少しでも伸びる可能性はあります。また、ハマスの方が我々は残ると宣言している言葉、この言葉が本当にそうなのかはわかりません。いわゆる自分たちの支持者に対しては私たちは踏みとどまって戦うんだというポーズをとっているだけで、実際の戦闘員はさっさと逃げている可能性も十分あります。まあその場合であればイスラエル軍がガザ地区北部に軍を進めたとしても抵抗するハマスの戦闘員が少ないというのであれば被害は少なくなります。その場合であれば地下施設を守っている戦闘員も少ないわけですからハマスの施設を一掃することも可能かもしれません。そして、ここで注意しなければならないのは、ハマスの指導者、軍事部門のトップについては、このガザ地区にいるとされているのですが、それ以外の人たちについては基本的にはガザ地区にはそもそもいないという話があります。前の最高指導者がカタールでぬくぬくと暮らしているのと同様に、現在の政治部門、外交部門のトップなども近隣国であるトルコやカタール、さらには最大の支援国イランに滞在している人もいるとされていますから、ガザ地区における戦闘が激しくなったとしても、ハマスの最高指導部に対して直接攻撃をできるわけではないという事情があります。そのため、現在ハマスが狙っているのは、住民を巻き込んでの被害がどれだけ大きいか、これをしっかりと広報部門に映像で撮らせて、これらの映像をもとにして世界各地で反イスラエル運動を活発化させるかに力を注いでいると考えられます。ハマスの戦闘員がパレスチナの多くの人々と一緒に逃げ回ることによって、それによって巻き込まれる人たちが出る。このような被害を避けることはなかなか難しいでしょう。ハマスというのはパレスチナ人とイコールではありません。あくまでもガザ地区における支配層としてのハマスがいるのであって、ハマスの戦闘員とパレスチナの人は必ずしも同一視してはいけないのです。ですから表現として気をつけなければならないのは、パレスチナの人たちの被害が増えるということは、これは避けなければなりません。民間人を殺すのはハマスであろうとイスラエルであるとどっちもしてはいけないことなのです。しかし、ハマスは基本的には武装組織のメンバーですから、この人たちだけをテロリストとして対処しなければならないという制約がイスラエル側に課せられることとなります。近代国家においてはそのようなテロ組織相手であろうともしっかりと一般市民とテロリストは分けなければならないし、分ける努力を決して怠ってはいけないのです。ですから今回のイスラエルの攻撃にしても、
ガザ地区の住民すべてに対して電気と水、食料や燃料の運搬を封鎖したというのは、これは明らかにやりすぎです。ハマスによる攻撃によって一般市民が多く虐殺された。これに対する自衛権の発動としてハマスと戦うというのは、これは別に問題ない話ですが、イスラエルが自衛権を飛び越える形で住民全体を敵視するのは、これは間違いなわけです。ただ、そのような非難についてもイスラエルはそもそも覚悟しています。なぜならば、たとえ非難されようとも自分たちの国家を存続させるためであれば、いかなる非難も甘んじて受けるという覚悟をそもそも持っているからです。しかし、それは逆に言えば多くの市民を巻き込んでの戦いも辞さないということを意味しますから、今後地上軍がガザ地区に入って戦闘が激化した場合においては、一般市民の犠牲者はかなりの数に上ると考えられます。ハマスの指導部にしてみれば、そのような惨事が拡大すればするほど、ハマスを支持していないパレスチナ人が自分たちの未来の支持者へと切り替わるわけですから、ガザ地区の外にいて彼らは北総園でいるかもしれません。また、今回の一件なのですが、ハマスを支持する最大の国がイランでありますから、同じようにイランの支持を受けている武装組織ヒズボラが、イスラエルの北側から攻撃を仕掛けてくる可能性があります。いわゆるジハードの呼びかけに応えたかどうかではなくて、イランの指示によって支援攻撃に参加するかどうかといった点で、ヒズボラが動く可能性があるわけです。基本的に戦闘というのは一箇所で行われているよりも多方面において展開された方が、受けて立つ方の負担は大きくなります。ガザ地区はイスラエル南部であり、ヒズボラが北側となれば、当然のように二正面作戦を強いられることとなりますから、イスラエルとしては戦闘の負担がより重くなるわけです。ウクライナに続き、イスラエルにおいても戦闘が激化していけば、よりきな臭い匂いというものが世界へと蔓延することとなります。軍事力を行使することのハードルがどんどんと下がっていく世界というのは、周辺国がやばい国ばっかりの日本などは、とりわけ安全保障問題についてより真摯な議論を進めていかなければなりませんし、実際の自衛隊の戦闘力についても整備が必要です。というわけで今回の動画はここまで。イスラエルがガザ地区に対して住民の避難を呼びかけました。これは明らかに地上部隊の投入間近だというお知らせだと言えます。この後の戦闘激化がさらなる余波を他の国へともたらし、テロ活動なども国際的に見ても増加する危険性があります。それは決して日本にとっても他人事ではありません。かつてアルカイダの活動が活発だった時においては、日本国内においてもそのような組織の構成員が活動していたことが知られており、スパイ天国などと呼ばれる日本においてはそのようなよからぬことを考えている人にとっては居心地のいい国であることもまた忘れてはならないのです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。